皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールアプリの戦術的解説をお届けします。この動画では偽9番と現ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンで有名になった最小限の幅の原則を組み合わせたスカットを紹介します。偽9番というロマンある戦術でありながら最小限の幅の考え方を取り入れることでより実用的なスカットへと進化しているので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまず偽9番について簡単に解説します。偽9番とはご存知の方も多いと思いますが、センターフォワードの選手が最前線から下がってボールを受けることでチャンスメイクする戦術です。これにより中盤で数的優位を作り出すことができます。ただ、偽9番が下がったことで空いた前線のスペースには必ず別の選手が飛び込む必要があり、この動きがないと攻撃が停滞してしまいます。ここで重要なのがチームスタイルポゼッションではこの動きを十分に再現できないという点です。そこでより選手の動き出しが多いサイドアタックを使用することで偽9番が下がったスペースに他の選手が飛び込む動きを実現しようというのが以前の動画で紹介したアイデアです。今回も同様にサイドアタックを採用します。次に最小限の幅の原則について解説します。これは現ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによって広く知られるようになったプレー原則です。内容としてはビルドアップの局面ではウィングがタッチライン際まで広がりピッチを最大限に広く使う一方で、フィニッシュの局面ではウィングがペナルティエリアの幅まで絞って中央寄りにポジショニングします。これによりゴール前に人数をかけ近い距離感を生かして攻撃やトランジションを有利にしようという狙いがあります。これも以前の動画で紹介しており、ビルドアップで広く、フィニッシュで狭くプレーするこの動きはチームスタイルサイドアタックで実現可能であるという内容でした。このように偽9番と最小限の幅の原則にはどちらもサイドアタックで実現できるという共通点があります。よって両者を組み合わせることでロマンと実用性を兼ね備えたスカットを作ることが可能です。では続いて今回使用するスカットやその人選について解説していきます。今回のスカットがこちらです。チームスタイルは先ほども触れたようにサイドアタックを採用しています。まずは偽9番の選手について。ここはセカンドトップ起用で選手指示でディフェンシブを設定します。プレイスタイルについては特に指定はありませんが、おすすめはチャンスメーカーです。チャンスメーカーはボールに寄ってくる傾向が強く、偽9番のタスクに最も適しています。また、決定的なパスを供給する場面が多くなるため、パス数値の高い選手を選ぶのがポイントです。逆に相手を背負って反転するようなプレーは必要ないので、フィジカル系の数値は低くても問題ありません。続いて中央の OMF と CMF について。ここは偽9番が下がって開けた最前線のスペースに飛び込む役割を担います。あえて OMF と CMF に分けているのは動き出しのタイミングをずらすためです。中盤から飛び出すという同じ役割でもそのタイミングに緩急をつけることでより厚みのある攻撃が可能になります。その上で OMF の選手はプレースタイル2列目からの飛び出しが理想です。偽9番に代わって最前線でプレーするのでゴールを決められるストライカー的な選手を起用します。一方 CMF の選手は最前線に飛び出すだけでなく状況に応じて中盤でもプレーします。このスカットでは守備的なダービッツを起用していますが、ラストパスを重視してパス数値の高い選手を使うのもありだと思います。次にサイドの CMF について。ここは CMF 起用ですが、実質的にはウィングの役割で、ボールがサイドに展開されたタイミングで広がり、ゴール前ではペナルティエリアの幅に絞ってプレーすることで最小限の幅の実現を担うポジションです。このポジションのプレーはスカットで最も重要な部分なので、この後詳しく解説します。また、プレイスタイルは2列目からの飛び出しが最適です。中央の2人だけでなく、両サイドの CMF もゴールへ動き出すことで、ボールを持った偽9番に対して豊富な選択肢を提供することができます。続いて左のセンターバックについて。ここは偽サイドバックの役割で選手指示でオフェンシブを設定します。これにより攻撃時は全体が2-3-5へと可変します。センターバックでありながら実質的に中盤としてプレーするので、ドリブルやパス数値が高いセンターバックが理想で、コスタクルタは個人的にこのポジションに最も適した選手です。次に右の DMF について。ここも偽サイドバックの役割を担い、選手指示でラインダウンを設定します。これにより守備時には451のブロックを形成します。
続いて真ん中の DMF。ここはアンカーの選手を起用していますが、ポイントは235の3の部分の配置です。ここは逆三角形の配置が理想で、これにより高い位置でのボール保持を安定させることができます。ただ、ここにアンカー以外のプレイスタイルを起用した場合、前にポジショニングする傾向があり、逆三角形ではなく三角形の配置になることが多くなってしまいます。そこで真ん中の DMF に低い位置を取るアンカーを起用することで逆三角形を形成するのが狙いです。ただ、アンカーの選手は位置が低すぎるというデメリットがあるのも確かです。ここはかなり細かい好みの部分なので各自で調整してみてください。最後に真ん中と右のセンターバックについて。ここは235の最終ラインとして相手のカウンターを2人で防ぐ必要があります。よって相手の速い攻撃についていけるスピードと守備力がある選手が必要です。以上がスカットと人選の解説になります。続いて実際のプレーを解説していきます。まずはボール保持の局面について解説します。今回はチームスタイルサイドアタックを使用していますが、ボールを持ちながら試合を進めるという基本的な考え方は変わりません。ただ、ポゼッションと同じ感覚でプレーすることはできないので、サイドアタックのボールの動かし方を知っておく必要があります。キーマンになるのはサイドの CMF です。CMF なので基本的にはペナルティエリアの幅でポジショニングしますが、ボールがサイドに出るタイミングでサイドアタックの特性によりサイドに開く動きを見せます。これによりサイドプレーヤー不在のこのスカットでもボールを広く動かすポゼッションが可能になります。もちろんゴールは中央にあるので最終的に攻略したいエリアは中央ですが、ずっとそこを狙っていては相手も中央に密集し崩しにくくなります。中央を崩すためにはサイドにボールを動かして相手の陣形を広げるプレーが必要で、そういう意味でこの CMF のサイドに開く動きはボールを持ってプレーするために最も重要であると言えます。like a Hellcat. Like a hell.次にフィニッシュの局面について。ここでのキーマンは2石9番の選手です。最前線からスペースに下がることでボールを受けラストパスへとつなげます。スペースとは具体的に言うと相手の守備の図形の中のことです。ここに入ることで相手選手との接触を避けることができ、フィジカルが低い選手でも問題なくプレーすることができます。また、選手指示、ディフェンシブをつけたことで、裏への動き出しがなくなる代わりに、図形の中へのポジショニングが劇的に増加します。そこからの決定的なパスも、以前ならほとんどがカットされていましたが、
メジャーアップデートで環境が変わったことで通りやすくなっています。ゴール前では図形の中にポジショニングする2石9番の選手を見逃さずに使うことが重要です。最後にカウンターについて解説します。ここまではじっくりボールを持つプレーを解説しましたが、このスカットはカウンターも強力です。ここでは2石9番のメリットをより分かりやすくするために、一般的なセンターフォワードを起用した場合と2石9番を起用した場合のカウンターの動きの違いを比較していきます。まずは一般的なセンターフォワードを起用した場合、この時カウンターの局面でセンターフォワードは前に走ります。これによりバイタルエリアが拡大するのが一般的なセンターフォワードのメリットです。ただ、その動きに合わせて相手のディフェンスラインも下がるので、1本のパスで裏を取ることは難しくなります。次に2石9番を起用した場合、カウンターの局面では2石9番の選手は前に走らず止まってボールを受けようとします。これにより相手のディフェンスラインも止まるか、場合によってはスペースを潰しにラインを上げてくることもあります。当然バイタルエリアは狭くなりますが、そこから中盤の選手が飛び出すことで相手ディフェンスラインの逆を突き、1本のパスで裏に抜け出すことができます。このようにバイタルエリアを失う代わりに一気に決定機に持ち込むチャンスを得ることができるのが2石9番のカウンターでのメリットです。相手の守備の仕方によって刺さる相手とそうでない相手がいるのは確かですが、ボールを奪った際は狙うべきプレーであると言えます。
今回は偽9番とナーゲルスマンの最小限の幅の原則を組み合わせたスカットについて解説しました。偽9番はこれまでロマン先行の戦術でしたが、メジャーアップデートでの環境変更、サイドアタックの使用、さらに最小限の幅と組み合わせることで戦術的な面白さと実用的な強さを兼ね備えたスカットになっています。これ以外にも様々な方法があると思うので、ぜひ色々と試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後もこのような戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。